皆さんこんにちは、立花さゆりです。無事に台湾から帰ってまいりました。お仕事で8日間ぐらい行ったんですけど、もちろんお仕事もして、そして遊びもゴルフもちゃんとしてきました。台湾に行くのが今回で3回目になります。そして飛行機で日本から3時間半ちょいぐらいで行けるので、とても近い国です。そしてご飯は美味しい。そして人はもう超優しいです。今日はおしゃべり Vlog ってことで、台湾で感じたリアルなお話をお届けしたいと思います。ぜひ最後まで見てください。はい、まず人編です。台湾の人って本当に優しいんですよ。もう台湾人ラブになって帰ってきました。ある日、ホテルの近くのところでお昼ご飯食べようと思って行ったんですね。そしたら最初はレジで食券番号ついてるやつを買って、それ何もわからないからとりあえずそれを買ってお席で待ってたんですよ。そしたら中から若い女性店員さんが運んできてくれたんですよ。でその時はそんなもんなんかなと思ってたんですけど、そしたら後から地元のサラリーマンみたいな人が自分のその食券を持って自分のお料理を取りに行ってたんですよ。っていうことは店員さんはその外国人にだけ運んできてくれたんですよ。めちゃくちゃ優しい。もうラブでした。そして言葉なんですけど、台北市内では簡単な英語は全然大丈夫です。例えばコンビニでお買い物したりとか、あとお料理を注文したりとかっていう時は全然問題ありませんでした。でも台南の方に行ったら全然英語はダメでした。はい、続きましてホテル編です。台湾のホテルは使い捨てのアメニティグッズが禁止されてるらしいです。もし皆さん台湾に行かれる際はご自身の歯ブラシは持って行った方がいいと思います。そして私が泊まったホテルには、石鹸とシャンプーとボディーソープとあとタオル類は置いてました。そしてこれ私の今までの経験上なんですけど、海外どこ行ってもヘアコンディショナー、ヘアトリートメントって置いてないんですよ。なので私もどこ行くにしろもう自分のヘアトリートメントは持っていくようにしてます。はい、では続きましてお食事編です。ご飯編です。お待たせいたしました。私はアジア圏に行くときは地元のこの屋台みたいなところでお食事をするのがすごい好きでめっちゃ楽しいです。なんか高級レストランってどこにでもあるじゃないですか。でもアジア圏に行ったらこの屋台、地元の人が食べに行くようなところめちゃくちゃいいです。楽しいですよね。そう雰囲気を味わいたいのもあるけど、そしてその地元の人とお友達になりたいですよね。なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかめっちゃ楽しい。私だけかなはい、そして台湾のお料理なんですけど、私小籠包大好物なんですよ。もう今回もうできたらね、もう毎日食べたかったですもん。はい、みんな台湾の小籠包って言えば天台フォンを思い浮かぶじゃないですか。あれは全然ですね、あんまりです。私的にはあんまりです。そして今回めちゃくちゃ美味しい小籠包のお店見つけました。個人店。もうめっちゃ美味しかったです。はい、このお店です。みんなで晩ご飯を食べようと思って歩いてたんですよ。そしたら私のアンテナがそのお店に引っかかって入ってもう大当たりです。めちゃくちゃ美味しくて、そして食べ終わってお腹いっぱいやのにまた追加で注文してホテルに持って帰ったぐらいなんですよ。まず食レポをしますと、皮がまず薄いんですよ。そして中が超ジューシーなんですよ。そしてそのお店に置いてる辛いやつがまた合うんですよ。めっちゃ美味しかったです。
はい。もし皆さん台北に行かれる際は、ぜひ行ってみてください。そして、コメントで行ってみてどうだったか、コメント、ご感想を聞かせてください。あと、台湾のお料理で好物はルーロンハンです。もうこれはもう定番ですよね。でも、今回また新しい好物を見つけました。はい、今回見つけた私の新しい好物。しし頭飯って書いて、シーズトーファンです。ちょっとピリ辛で美味しかったです。はい、写真こちらです。めっちゃ美味しかったです。はい、続きまして、こちら完食しちゃいました。めっちゃ美味しかったです。ピリ辛で。これをいただいたのが、冒頭で言うてた優しい店員さんがいるお店でいただいたんですよ。お店は多分チェーン店なはずです。お店の名前と忘れしちゃいました。この辺に思い出して調べて出しときます。ぜひ皆さん行ってみてください。はい。では続きまして、お買い物編です。ロービンメイって言って台湾のブランドがありまして、台湾に行くときは必ずチェックするようにしてます。ロービンメイっていうブランドは、おカバンとか、あとお財布と、あと小物入れ、カード入れとかを作ってるブランドです。まだお安いのに、作りと機能性がすごいちゃんとしてて、お気に入りです。はい。そして今回購入させていただいたのがこちらのバッグです。めっちゃ可愛くない？この紐を伸ばしたらここがこう伸びて、ショルダーバッグとしても使えるバッグで、4色ぐらいありました。この白と黒と、あとシルバーと、あとなんかブルーっぽい色がありました。で、これが、台湾ドルで1980台湾ドルなので、日本円に換算したら1万円いかないぐらいです。でも、台湾に行かなくても、バイマでも売ってました。後からチェックちゃんとしました。そして、ロービンメイでもう一個お買い物をしたんですよ。で、それがスーツケースなんです。で、自分が持っていった自分のものがもう10年以上使ってるもので、だいぶガタが来てたんで、やっと買い替えました。そのスーツケースが、2780台湾ドルしました。なかなかいいお買い物できたんじゃないかなって思ってます。そうそう。古いスーツケースをホテルが処分してくれたんですよ。で、今回のそのホテルが特別にやってくれたわけではなくて、友達に聞いたら、もうそれが普通だそうです。日本だったら、粗大ゴミを出すのに、粗大ゴミの予約をしたり、あと、シールを買いに行ったりしないといけないじゃないですか。それで、今回は、台湾のおかげで、だいぶ手間が省けました。はい。では最後にゴルフ編です。この動画を見ている方で、ゴルフにあまり興味ない人、たくさんいると思います。なので、この一番最後の方にお話ししようと思いました。なので、ゴルフに興味のない人は、私の他の動画に移っていただいても大丈夫です。はい。まずですね、皆さんにご報告とお詫びしたいです。以前の動画で私ゴルフボールがここに当たったって言ってすごい騒ぎ立てたんですね。すごい晴れてたし、はい、こちらです。ここ見てください。めっちゃ晴れてたんですよ。これが台湾に出発する前の日にゴルフをしている時にゴルフボールが飛んできて当たったんですよ。はい。あれからもうひどくなることもなく、青タンになることもなく、無事治りました。綺麗に治りました。もう今も全然痛みもほとんどないです。大変お騒がせいたしました。はい。ではまず、台湾のゴルフ事情についてです。日本のゴルフ場と違って、昼休憩はないです。スループレーがもう一般的です。そして必ずキャディさんはついてくれます。一組に一人のキャディさんがついてくれます。そして台湾の
キャディーさんたちはもう全員が日本語喋れます。あと残り何ヤードとか、グリーンの形状とか、あとグリーンの上、パターのラインまで全部キャディーさんが日本語で教えてくれます。あと、台湾にゴルフに行く際は、距離計いらないです。私も無駄に重たいものを持って行ってしまいました。というのは、台湾のプロのキャディさんたちの残り何ヤードっていうのがめちゃくちゃ正確なんですよ。例えば、風読んでくれたりとか、あと、打ち上げですよ、打ち下ろしですよっていうのを全部計算した上で教えてくれるから、もうめちゃくちゃ正確です。だからもうあれいらないです。仮にあれを、距離計を持っていったとしても測れないじゃないですか。なんか測ってたらキャディさんを疑ってるみたいになるじゃないですか。なのでどっちみちいらないです。そしてゴルフ場なんですけど、どの国も一緒です。グレードがあります。例えばグリーンがもう砂だらけのところもあれば、めちゃくちゃ綺麗なグリーンのところもあります。そして台湾のゴルフ場のラフなんですけど、もうなんて言うんですか、タフです。ラフがタフです。だいぶラフにやられました。動画があるので、ぜひこちら見てください。見てください、こちら。もうどうやって打つんですかって感じですよね。ラフがタフって感じでしょそしてグリーンが難しいです。もうパターじゃ、もう3パット、4パットとか平気でありえそうなグリーンが多かったです。なので、もうパターじゃどうにもならないので、グリーンの外からのその短いアプローチでもう寄せワンずっと狙ってました。そして、文句言いたいのが、コースが長すぎます。パー3で、もちろんレディースティーからパー3で180ヤードとか170ヤードがもう普通にあるんですよ。それがもう平均と言っても過言ではないぐらい、もうついついため息出てしまうぐらい長かったですね。そして面白かったことがあって、例えば私の2打目がラフに埋もれてるとするじゃないですか。で、それに対してキャディさんたち全員ですよ。全員が3番ウッドを持ってくるんですよ。埋もれてるのにどうやってスプーンで打てるのって思いながら、でもなんやろ、カートに戻ってクラブ変えてきてって言えないじゃないですか。なので、はい、頑張って3ウッドで転がして打ってました。今思えば台湾の人ってめっちゃ上手なんですよ。この入れ方。例えばボールがあって、私みたいな初心者は綺麗に入れようとするんですよね。で、台湾の人たちってこう入れてるんですよ。それアイアンじゃなくても、スプーンとかでもこう入れて打ってるんですよ。これぐらいか。打ってるんですよ。だから、みんなあんな打ち方なんや。ラフやから。なるほど。あのラフやから、ああいう風な打ち方になったんや。納得ですね。そしてゴルフ場のお風呂事情なんですけど、基本的にシャワーだけです。そしてお風呂があってもお湯を溜めてないところもありました。多分溜めたとしても入る人が少ないからだと思います。そして私の一番おすすめしたいゴルフ場、私の大のお気に入りのゴルフ場はタイシーゴルフ場です。動画があります。ぜひ見てください。めちゃくちゃ綺麗なゴルフ場で、今回で私2回目のラウンドなんですよ、ここ。もう大好きで、大のお気に入りです。もうここに住みたいんですよ、できたら。は
はい、皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか？皆さんもぜひ台湾に行ってください。日本よりもあったかいし、お料理は美味しいし、人は優しいし、そしてゴルフも楽しいし、もう最高です。また次もぜひ行きたいです。はい、皆さん、今日の動画いいねと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。